来週どこ行く？ラティオスイベントの準備。ジャスパルと申します。さあ、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？来週は別段何もないんですが、再来週からはいよいよラティオスと心の雫イベントが開催されるということで、どんな準備をしておくといいか最後の確認をしていきたいと思います。皆さんもこれをやっておくといいと思う準備、ぜひ教えてください。それでは参ります。ということで、まずは来週の予定をサクッと確認してからラティオスイベントの準備について考えていきたいと思います。ってことで、まずは来週の予定から。来週は月曜日にグッドスリープデーの3日目が重なります。特に満月のタイミングでもないので、普通に眠気パワー 1.5 倍、未発見寝顔の出現確率アップ、ピッピ族の中ピックアップ、ボーナススリープポイント500ポイントが手に入ります。月曜日で眠気パワーもそこまで上がっていないかと思うので、なかなか眠気パワー 1.5 倍や未発見寝顔確率アップを活かすのは難しそうに思うんですが、まあ月曜日からポケモン8匹ラインとかに載せやすくてちょっとお得みたいな感じになるでしょうかね。そしてその月曜日は6月1日ということで、月の切り替わりのタイミングとなります。午前9時にスリープポイント交換所が切り替わりますので、交換したいものがある場合は今すぐ動画を止めて交換していただけますと間違いないかなと思いますが、グッドスリープデーのボーナススリープポイントが入ってから交換したいものがあるという方は、記憶力に自信のある方以外はやはり動画を止めていただいて、リマインドだけでも設定しておいてください。私はこういう類絶対に忘れる自信があります。6月1日月曜日8時59分までは現在の交換所が使用可能です。お忘れなく。ということで、来週は月曜日にグッドスリープデーがあって、スリープポイント交換所が切り替わる以外は特に何もない1週間となります。アップデートとかもすでにラティオスイベントのデータも追加されているはずなので、水曜日とか木曜日あたりにデータ更新が入るだけとか、そんな感じなんじゃないかなと思います。そのタイミングでラティオスの寝顔が多分3つだと思うんですけど、寝顔図鑑に追加されたり、ワンチャン指を振るで流星群が使えたりするかもしれませんね。これまで他の新スキルが追加されたタイミングってどうだったんでしたっけね。化けの皮のミミッキュが追加された時に木の実バーストが先に使えたような記憶で途絶えてますそんな感じで、来週はしっかりとラティオスイベントでエナジーが稼げるように準備を整える、そんな1週間にするといいのかなと思います。といった来週の予定でした。さあ、それではここからはそんな来週何を意識してフィールドを決めていくといいか、準備をしていくといいか考えていきたいと思います。そもそもラティオスイベント何をしたらいいのかよくわからないという方は、こちらの解説動画をご覧いただくと大体わかるかと思います。エナジーを稼いでラティオスの羽毛を集めて、羽毛をお香やサブレと交換してラティオスやラティアスをゲットしようみたいなイベントです。ということで、準備の項目いつものやつ。まずはフィールド関連、フィールドボーナス、厳選育成について、そして当日のチーム編成、食材の備蓄、鍋の準備、お手伝いブーストダメ、これらに対してラティオスイベントの場合は何を意識するといいのか考えていきたいと思います。皆さんも思いつくものがあれば何でもコメントで教えてください。それではラティオスイベントに向けた準備、まずはフィールド関連から参りましょう。最初にフィールドボーナスから。今回のラティオスイベントでは開催フィールドが4フィールド固定となっております。若草、ラピス、アンバー、若草 EX。こちらポケモンスリープ初となるこの4フィールドからの強制選択方式ということで、必ずラティオスイベントに参加しなくてはなりません。そんなわけで、行きたいフィールドのフィールドボーナスをしっかり上げてから挑めるとより良いかなと思います。超ざっくり特徴をお話しすると、初心者大安定の若草、ミニ竜の飴集めやラティオスの羽毛集めに最適なラピス、ドラゴンが最も多く達兵衛の飴集めに最適なアンバー、羽毛集めにはあまり向かないが木の実固定でかなり攻略しやすくなっている EX という感じですかね。どのフィールドでもドラゴン木の実確定になりますので、出現ポケモンと難易度に差があるっていう感じになるかなと思います。基本的にはエナジーが稼げる方がラティオスの羽毛が多く獲得できますので、フィールドボーナスの上がっているフィールドに行くというのが無難かなとは思います。
ということで、フィールドボーナス上げは直接エナジーに影響するかなり貢献度の大きな要素になりますので、来週の 5% もしっかり意識してみてください。なお、EX に行かれる場合、EX チケットが必要になるんですが、月曜日に移動してからもスリープポイント交換所が切り替わる前にギリギリ駆け込めるんじゃないかなと思うので、ラティオスイベントやカレーフェスでの EX ガチャの分、6月の分には手をつけずに挑むこともできるのかなと思います。やはりリマインドお忘れなくといったところでしょうか。そんなフィールドボーナスでした。お次、厳選育成についてということで、ラティオスイベントはどのフィールドに行ってもドラゴンタイプが活躍できるイベントとなっていますので、ドラゴンのポケモンを育成しておけると攻略しやすくなるかと思います。で、ドラゴンタイプは軒並み進化が遅かったりしますので、飴を集めるためにフィールドを選ぶというのも選択肢になるかと思います。個人的にはジジイロンがゲットしただけでめちゃくちゃ戦力になってくれそうなので 1,2 匹ぐらいお迎えしたいんですが、来週はそこまで出てこなそうな気がしますね。なお、今週とラティオスイベントの2週間であれば、ミニリュウと達兵衛が若草と EX にそれぞれ登場してくれるんですが、残念ながら来週は登場しませんので、そこはお気をつけください。一応お香は使えます。そんなラティオス前の最後の厳選育成も意識したフィールド選びしてみてください。厳選育成についてでした。ということで、来週のフィールド選びに関してはフィールドボーナスとイベント前ラストとなる厳選育成を意識してみてください。で、フィールドボーナスがカンストしている方やメンバーもバッチリ揃ってるぜっていう方は、カレーフェスとか今後の料理環境の準備をするなんていうのもいいかもしれませんね。昨日の動画ではそんなようなこともお話ししましたので、よければご覧ください。あとは夏の上限解放で、おそらくリサーチランクの上限解放も来るんじゃないかと思うので、余裕があれば夢のかけら集めもやれる時にやっておけるといいでしょうかね。そこまでの余裕ありますかね。フィールド関連そんな感じかなと思います。それではそれ以外の準備についても考えていきたいと思います。イベントでエナジーをどこまで稼げるかみたいな準備ですね。当日のチーム編成、食材の備蓄、鍋の準備、お手伝いブーストダメ、こちら順番にお話ししていきます。まずイベント当日のチーム編成、これをなんとなく想定しておくといいかと思います。ドラゴンの木の実以外は全てランダムとなりますので、基本的にはドラゴンポケモン中心で組むことになるんじゃないかなと思います。ドラゴンタイプは食材プラス1個とスキル率 1.5 倍がありますので、食材方面にもそれなりに信用できるかと思いますし、チルタリスと海竜は元気爆盛り、ボーマンダの鍋拡張もジジイロンの料理チャンスもある程度発動を期待して動くことができるかと思います。そしてイベント中であれば、寝るときにラティアス、ラティオスを編成すると眠気パワーにボーナスがかかる仕組みになっているので、なるべく編成してあげたいところなんですよね。となると睡眠時のチームは普段の編成と大幅に変わってくる可能性もあるかと思うので、そこまで考慮できたらベターなのかなと思います。1周目に関してはスキルレベルはプラス2なので、スキルのポケモンたちはもともとスキルレベルを上げていないとそこまで活躍できないのかなとは思います。またそもそもラティアスは劇的に食材確率も低かったりするので、スキルのポケモン以外のドラゴンタイプの食材が2週間通して中心になりそうな気はしますね。ということで、まずは当日のチーム編成をなんとなく想定して、特に集められる食材チェックしておきましょう。当日のチーム編成でした。で、チームがなんとなく見えたら、次は食材の備蓄ですね。ドラゴン中心であれば、例えば海竜のハーブ、コーン、ジジイロンの大豆、アボカド、チルタリスの大豆で若漏れを作るのが強そうかなとか、海竜のコーン、ボーマンダのポテト、あと一応ラティアスのカボチャでゴロッとサラダを作るのも悪くないかなとか、なんとなく作りやすい料理が見えてくるかと思います。どっちもサラダだったんですけどね。もしサラダを狙える場合は、じゃあアボカドを大量に持ち込んでおこうとか、かぼちゃとキノコをがっつり持ち込もうかななど、集めておきたい食材もなんとなく決まってくることと思います。
料理ジャンルは出たとこ勝負する場合だったり EX に行くなどして好きな料理を粘れない場合は、例えばサラダならドラゴンたちでも割となんとかなりそうだから逆にカレーやデザートを厚くしておこうなど、手持ちに合わせた食材の準備をしておきましょう。特にかぼちゃ、アボカド、ネギ、キノコなどエナジーの高い食材はもう今からでも集め始めた方がいいという場合もあるかなと思うので、メンバーと噛み合う食材、場合によっては狙う料理ジャンル考えてみてください。ラティオスの食材は何になるでしょうかね。個人的にはエナジー低い食材じゃないと流星群強すぎないかと思ってはいるんですが、いっそスイ君みたいなリンゴで食材確率高いみたいなパターンでバランス取ってくるなんていうことも考えられなくないかなと思うので、つまりわからないですね。ラティオス映画で何か食べてたりとかしましたかね。もしね、記憶力抜群にキネキいらっしゃいましたら情報お待ちしております。ということで、ドラゴンタイプの食材プラス1個も当てにしつつ、相性のいい食材をたくさん用意しましょう。食材の備蓄でした。それではお次、鍋の準備ということで、週末鍋拡張ですね。やっている人にはいつものやつです。イベント一発目の料理も強力なものを作ってスタートダッシュが切れるように鍋を大きくして準備しておきましょう。で、個人的には特に2週連続で続くイベントの場合、鍋拡張は最低限にして持ち込んだ食材をなるべく活かすとするのが事故りづらいのかなと思っています、ね。ぜひ考えてみてください。そんな鍋の準備でした。それでは最後はお手伝いブーストダメ。お手伝いブーストやお手伝いサポート、癒しの波動などのスキルで木の実や食材を所持数を超えて蓄えることで最大999個まで1匹につき持ち込むことができます。今回はどのフィールドでもドラゴン木の実確定なので、若草やラピスに行く場合でも集めるべきはドラゴンタイプということで、すでに集め始めている方もいらっしゃることと思います。このお手伝いブースト、特に有効なのが若草 EX です。今回の EX では木の実エナジー 2.4 倍の EX ボーナスが確定するはずなので、シンプルに他のフィールドよりもやる価値が高いかと思います。EX は難易度最高のフィールドで、私くらいのリサーチャーだと羽毛集めにも向かないかと思うので、基本的には実力者以外はあんまり推奨しないフィールドになるんですが、もともと EX には色違い出現確率アップの効果があり、さらに1週目の日曜日にはニュームーンデーも重複します。さらに今回ラティオスのみならずラティアスのお香まで入手できそうな雰囲気なので、2週間通してずっとお香を焚き続けてラティ兄弟の色違い狙いをするなんてこともできるんじゃないかなと思うんですよね。話しててね、私もやろうかなってちょっと惹かれてますってことで、お手サポ系のスキルをお持ちで特に EX に行かれる方なんかは効果が高くなる通称お手ぶだめ、ぜひ検討してみてください。そんなわけで、主にイベント中のエナジー稼ぎに関する準備、当日のチーム編成をなんとなく見定めて、そこと相性のいい食材を用意して鍋を大きくして、なんならお手伝いブーストも貯めて挑んでみてください。その他気になることで言うと、強いて言えば7月終わってから1ヶ月後は周年の月となりますので、例えば信号御三家とか新ポケモンがごっつり追加される可能性高いなと思うのでね、サブレなどのリソースは取っておけると良さそうなんですけど、ドラゴンのポケモンたちも出現フィールドが少なかったりとかね、伝説のポケモンであるラティアス、ラティオス、なかなか狙う機会ないかなと思うので、後のことは後で考えますかねといった感じでしょうか。ぜひね、他にも皆さんの思いつくことだったりやりたい準備があればぜひ教えていただけますと幸いです。そんな来週どこ行くラティオスイベントの準備でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に助かります。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。それではドラゴンピックウィークや来週でしっかりと準備を整えてラティオスと心の雫に挑みましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。